今回は、花心と題して、バッグチャームを作る動画。強度が少し心配になるぐらいの、華やかな装飾が施してある。では早速色作り。人魚の涙、クレアと、着色剤の、宝石の雫、パープルを混ぜる。ちなみに人魚の涙、クレアは、中粘土のレジン液。そしてさらに、宝石の雫、ホワイトを混ぜる。ご主人の好きな飲料の一つ、グレープジュースに似た色だねもちろん一番好きなのは、メロンソーダ。しかし今回は、緑色成分がない。悩ましいが仕方ない。そしてもう一色は、ホワイト単色を準備。この2色をメインで使う。しっかり炙って、気泡を処理。そして、ダイソーで購入した、この素敵なモールドを使う。綺麗な感じで一気に注いでる。あ、でも少しこぼれた。爪楊枝でツンツンして、グラデーション効果を狙う。だいぶざっくりなグラデーションやな。いやなんでもないっす。そしてここで補足説明。今やってる作業は底面の加工で。さっき爪楊枝で、ツンツンしたグラデーション効果は、表面に対してのもので、底面は、ホワイト一色に染める。ホワイトに染め切った後にも、装飾を行うんだけど、それは少し後の話。どうやら奥さんは、底面にもこだわりがあるようだ。気泡にも注意している。今回もなかなかに、気合が入ってますな。硬化したら、モールドから外してみよう。いい感じのグラデーション具合。続けて内部の装飾を行う。ダイソーで購入したジェルネイル、パウダーミストを使う。とても見にくいのが申し訳ないんだけど、キラキラ成分多め。色はほのかにパープル。やはり、画面では確認できない。そして、先ほど使ったパウダーミストを、正面に塗りまくる。これが追加装飾の秘密。しかし本当に見えにくい。ほのかに粉っぽさは感じる。いや、粉っぽさという響きは失礼か。キラキラっと輝いている、と、脳内変換してみてくれると嬉しい。次の工程はラミネートフィルムの準備。黒ペンを使うよ。ちなみに線は後で消すから、細かいことは気にせずに書いちゃおう。それにしても奥さん、もう少し綺麗に線引こうぜ。しかしこんな線でも大丈夫なので、安心してみてほしい。線に沿ってカットしたら、エナメルリムーバーシートで拭く。ちなみにエナメルリムーバーシートは、ダイソーで購入したらしい。このビーズも、ダイソーで購入したもの。たっぷり入れちゃう。中身を入れたら、さっきカットした、ラミネートフィルムで蓋をする。もちろんレジン液を使って接着する。細い筆で塗っていく。ラミネートフィルムが見えるかな？赤い円を使って示してみる。軽く押さえてから硬化しよう。今回は液体を入れないので。中身の装飾は、これで完成ということになるね。ビーズを放り込んだだけじゃないか。なんて言わないでー。今回の作品は、中身がメインじゃない。むしろここからが大事。
というわけで、大事の前の障子。マリーンで表面をコーティング。ちなみに人魚の涙。マリーンは、高粘度のレジン液。さて、奥さんが、コーティング作業を頑張っている間に、次回の作品の、ご紹介のお時間です。次回作品は球体で、いわゆる宇宙レジン。久しぶりの宇宙に、ときめきが止まらない。ちなみにレジン液は、人魚の涙を使ってるよ。チャンネル登録して、動画を待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも、励みになるのでよろしくお願いします。さて、このワンポイントアクセントを接着してから、ブリオンを周りに配置していく。しかし、コロコロコロ。いくらなんでも転がりすぎでしょ。少し傾いてるのかな。まあ、無事に接着できたっぽい。よかったよかった。そしてここからが、本作品のメインと言っても過言ではない。ドライフラワーをレジン液で固めて、装飾しようとする作戦。レジン液は、高粘度のマリーンを使う。ちなみにこのドライフラワーは、ダイソーで購入したらしい。今回はダイソーで購入したものが多いなぁ。まあ全部じゃないけど。まあそれは置いておいて。ドライフラワーに、レジン液を塗り塗りしていくと、まるでクリスタルや、ガラス細工のように輝くっす。レジン液を塗って硬化するだけで、この変化、素晴らしい。ドライフラワーいいなぁ。ほんと素敵だわ。さて、レジン液、クレアを塗り塗りしてから、ドライフラワーと、キャンプーで購入した、ホログラムを配置する。ホログラムもキラキラするし、映えそうだねー。そういえば全然話変わるけど、過去に投稿した動画の、両欄、これが最近頻繁に再生されているようで、あまりに過去動画すぎて、ちょっぴり恥ずかしいけど、嬉しい。さて、ドライフラワーにほんのりと着色するために、色を作るよ。レジン液、アクアに、宝石の雫、シアンを混ぜる。人魚の涙、アクアは、低粘度のレジン液。塗りやすい。細い筆を使っているので、さらに塗りやすい。硬化したら、もう一色準備する。宝石の雫、ピンクの出番だ。こちらの色も、かなり薄めに調色するのがコツですせ。塗り方としては、ポイントを絞って、濃さを調整する感じかな。色を塗れたら、少しだけキラキラ要素を追加する。装飾作業はこれで最後になる。ブリオンを散りばめる。爪楊枝を使って、繊細な作業を進める。ブリオンが小さいので、ピンセットでつまむよりも、この方法がいい。そして、1などを入念に調整したら、硬化。そして久しぶりに登場。ドレメル社製高性能ルーターを使って、
ツをつけるための穴を掘っておく。これがないと、バッグチャームに加工できないからね。というわけで、早速差し込んで、レジン液で接着する。こういうパーツをつけるときって、意外と緊張するみたいよ。完成直前に何かミスがあったら、作品が台無しになるからね。あとはコーティング作業、仕上げ作業だね。とりあえず、ツヤツヤ感は伝わっていそうで、一安心。作品も、そろそろ完成しそう。めっちゃ楽しかった。今回は、花心と題して、可愛い花の成分多めの、様々な装飾が施された、バッグチャームを作る動画でした。恒例の、僕の可愛い姿が見られるエンディングまで。最後の最後まで見ていってね。それではまた、次回の作品で会いましょう。